にちは。今日はフェリーで五島に着いたばかりですが、早速昼食です。せっかくグルメに出て予約必須の新生さんにやってきました。名物のびっくり弁当です。確かにびっくりするくらいのボリューム。いろいろ食べれるからいいんだけど、一つ一つのボリュームが大きい。こんなに大きい。まずは一つ目、福江島東にある芋地浦教会です。こちらは日本最古のルルドがある教会です。ルルドって何ですが、地名でもありますが、ルルドという地で聖母マリアが少女の前に現れ、数々の難病を治す奇跡の泉が湧き出たというところです。その奇跡にあやかり、各地でルルドが作られました。ここ芋地教会もその8年後にペルー牧師が信徒に呼びかけ、島内の義眼、珍石を集め作りました。この冷水を飲むと病が治ると日本全国の聖地になっています。ちゃんとマリア様いますね。以前はレンガ造りでしたが、1988年に再建されコンクリート造りになっています。とても綺麗な建物です。大瀬崎灯台駐車場到着しました。駐車場は広々していて、このようなコンクリート道を歩いていきます。なんだか木の雰囲気が屋久島っぽい。おそらく椿の木ですね。携帯で見て綺麗そうとフラッと来たんですが、ここ大瀬崎椿ロードといい、ハイキングコースになっています。私のようにフラッと来てる人もちらほら。ですが、結構な登山道でした。運動靴だったから良かったけど、10分少しと思っていたら大間違い。コースタイム1時間半です。結構ヒールとか歩く靴でない人もいて、そうだよねと思っていました。とってもいい景色。とはいえ、まだまだ先が長いんです。行きは下りなので、ホイホイと行けます。おー、綺麗。すごいすごい。やっとこそ灯台が見えてきました。これは絶景期待できますね。灯台が見えると道はさらに急坂になっていきます。これは帰りきついぞ。かかっても見学して1時間ぐらいと思い込んでいた私、トイレ行ってなかったんですよね。ここ大瀬崎灯台は今向かっている灯台以外に遠くから見ることもできます。駐車場が第1から第3まであります。灯台に行く方は一番突き当たりの駐車場になります。駐車場少し手前にトイレがあります。思ったよりもかかるので、ぜひトイレ寄って行ってくださいね。山のように緊急時お花畑は結構観光客のこと多くて難しいです。いい撮影スポットがありました。途中こんな展望台があります。こちらからは灯台は見えないけど綺麗。ここ大瀬崎灯台は九州本土で最も遅い時間に夕日が沈む場所です。ここで夕日もいいかなと思ってはいたんですが、夕食を予約していたので、今日は鬼岳で夕日を見たいと思います。でもここで夕日を見て暗くなってから帰るのは大変ですね。少し下るとあと少しで灯台です。あと少しだけどなかなか下って、帰りは登ってですね。ここは日本灯台50選にも選ばれ、海に突き出た断崖絶壁の上に立つ白い灯台と青い海、青い空が美しい景色です。そんな場所なので、映画にテレビ小説の舞い上がれの舞台になりました。こんな景色だとここでやりたくなるのもわかります。まだ灯台まで上がってないのですが、ここでも十分な景色です。この断崖絶壁、いかにもサスペンスで犯人が自供する場所ですよね。すっごい綺麗だけどすごい風です。はい、いよいよ灯台到着です。最後の階段、これきついですよ。見てください、この断崖絶壁。自然の力を感じますね。しばらくここからの絶景をお楽しみください。野外活動部は
山旅を行きやすく、行った気になる動画作ってます。登山や旅行好きの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。もうどこ見ても絶景です。灯台、雄大さに乾杯。最後にあと一周。では戻りますよ。戻りながらも絶景を見ながら下ることができます。こことっても急なんで気をつけながら行きましょう。いやー、来てよかったですね。予想外に大変でしたが、ここは来るべきです。五島市内から車で1時間。このハイクも慣れてない方と時間がかかるので余裕を持って来てください。第一駐車場の大津崎灯台が見える展望台へやってきました。先にこの地図見てたらどれぐらいかかるか分かってましたね。大津崎第3パーキングのトイレは汚いので、ここ第1のトイレを利用することをお勧めします。こちらは駐車場からすぐに展望台に行けます。あ、灯台が見える。ほらほら、あそこに行ってきたんですよ。体調の悪い方はここでも十分だと思います。ハイキングはちょっと厳しい足の悪い方、時間があまりない方はここから眺めると良いですね。はい、見てください。海は若干遠いですが、ここも絶景ですね。灯台も見えるし、空時間かかりますね。先ほど灯台からの夕日が綺麗という話をしましたが、暗くなると足元危ないので、ここから見るのもいいですね。ほんとすっごいとこまで行ったんだな。ハイキングで疲れたので、ちょっと最後にカフェで休んでいきます。こちらは灯台から車で30分ほど田浦町にあります。自家製ケーキと紅茶をいただきました。東京だと余裕で2000円くらいになってしまうレベルが500円前後で食べれてしまう。素晴らしい。ぜひ福江島東側に行った時は寄るといいですよ。では今日はこの辺で終わりにします。バイバーイ。次回は火曜20時、鬼岳からの夕日です。とっても雄大な景色でした。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。ここです、ここです。ここをポチッとお願いします。できましたか？ここです、ここです。していただけた方、ありがとうございます。またお会いできるのを楽しみにしています。